1575年5月、織田信長41歳前後。味方が原で徳川軍を打ち破った武田信玄はすでに世を去っていました。しかしその後を継いだ武田勝頼は決して無力な後継者ではありません。前年、勝頼は遠江の高天神城を攻略しました。徳川家康を圧迫し、信玄の死で揺らいだ武田家の威信を自らの勝利で立て直していたのです。そして勝頼は徳川方へ転じた奥平貞政を討つため三河の長篠城を包囲します。迎え撃つ信長が用意したのは3000丁の鉄砲でした。武田の精鋭と信長の鉄砲隊。戦国時代を代表する長篠の戦いが始まろうとしていました。しかし信長はこの日のために突然鉄砲を思いついたわけではありません。話は長篠より32年前に遡ります。1543年、ポルトガル人を乗せた船が種子島へ漂着し、日本へ火縄銃が伝わりました。当主の種子島時高は2丁の鉄砲を手に入れ、家臣たちに操作法を学ばせます。そして刀鍛冶の焼いた金兵衛に同じ鉄砲を作るよう命じました。焼いた金兵衛は重心の奥を塞ぐ仕組みに苦心しながら、翌年には国産の火縄銃を完成させます。作られた鉄砲は堺の商人たちによって各地へ運ばれました。紀伊の根頃や西下、近江の国ともでも鉄砲を作り扱う技術が磨かれていきます。信長はその力に早くから目をつけていました。1554年、村木取での戦い。まだ20歳前後だった信長は自ら鉄砲を手に取り、射手を交代させながら攻撃を続けました。それは長篠のおよそ21年前です。信長が見抜いた鉄砲の強みは武将一人の腕前ではなく、多くの兵を一つの動きへまとめられることでした。一方で火縄銃には大きな弱点があります。火薬と弾を銃口から込め、棒で突き固め、火縄を整え、ようやく次の一発を撃つことができます。その間、射手は敵の前で無防備になります。雨や湿気にも弱く、銃だけあっても戦えません。火薬、火縄、鉛玉、修理する職人、荷を運ぶ人、訓練された射手が必要でした。そこで信長は、鉄砲を一丁ずつ集めるだけでなく、鉄砲が働き続ける仕組みを作ります。1568年、上洛した信長は、海外交易と鉄砲生産で栄える堺へ2万貫の軍用金を要求しました。1570年には、堺を自らの直轄領とします。さらに近江へ勢力を広げ、国友の鉄砲鍛冶とも結びつきました。信長は武器と材料が集まるとし、職人、商人、街道を自らの軍事力へ組み込んでいったのです。鉄砲の弾に使う鉛も大量に集められました。設楽が原や長篠城から出土した鉛玉には、日本だけでなく、中国、朝鮮、東南アジアから運ばれた鉛が使われていました。信長の鉄砲隊は、海を越えた交易によっても支えられていたのです。こうして鉄砲、弾薬、職人、射手を揃えた信長は、最後に鉄砲の弱点を消すための場所を作ります。その場所が、設楽原でした。長篠城下、豊川と嬉川が合流する断崖の上に築かれた用地です。ここを奪えば、武田軍は三河の奥深くへ進むことができます。城を守る奥平、貞政は21歳前後。徳川方へ転じたばかりの若い城主でした。勝頼は1万5,000の軍勢で長篠城を包囲します。対する城兵はわずか500。武田軍は昼夜を問わず城へ攻めかかり、やがて周囲を柵となるこで封鎖しました。城内には援軍が本当に来るのかという不安が広がります。その夜、一人の城兵が密かに川へ入りました。鳥居、強右衛門です。強右衛門は武田軍の包囲を抜け、夜の川を泳ぎ、山道を走り、岡崎城へたどり着きました。そこで信長と家康の援軍が向かっていることを知ると、強右衛門は再び長篠城へ戻ろうとします。しかし、城の目前で武田兵に捕らえられました。勝頼は強右衛門に、援軍は来ない。城を明け渡せ、と叫べば命を助けるともちかけます。強右衛門は城の前へ立ち、声を上げました。援軍は来る。もう少しの辛抱だ。城内から歓声が上がります。
強右衛門はその場で命を奪われましたが、その叫びは500の白兵を再び奮い立たせました。間もなく信長と家康の連合軍が設楽原へ到着します。信長は連合川の西側に沿って馬防柵を築かせました。さらに堀を掘り、土を盛り、兵が身を隠して射撃できる陣地を作ります。そして柵の内側に3000丁の鉄砲を並べました。鉄砲隊は3つの組に分けられます。1組が撃つ間に他の組が弾を込める。撃ち終えた組が下がれば次の組が前へ出る。こうして信長は火縄銃の長い装填時間を消し、途切れない射撃を作り出そうとしたのです。これが長篠の戦いを象徴する三段撃ちです。ただし信長と家康が準備したのは正面の鉄砲隊だけではありません。決戦前夜、徳川家の重臣酒井忠次が率いる別動隊が闇の中を進み始めます。忠次たちは険しい山道を抜け、夜明けとともに武田方の飛びが須山の砦を急襲しました。長篠城を背後から抑えていた武田軍が崩れ、白兵も一斉に反撃へ出ます。正面には信長の鉄砲隊、背後には酒井忠次の別動隊、勝頼の軍勢は2つの戦場へ引き裂かれました。5月21日、設楽原で正面の決戦が始まります。武田軍には騎馬武者だけでなく、槍、弓、鉄砲を持つ徒歩兵もいました。彼らは信玄以来の戦いを生き抜いてきた精鋭です。その武田軍が川と起伏を越え、織田、徳川軍の陣地へ迫ります。最初の鉄砲隊が火を放ちました。轟音と白煙が設楽原を覆います。撃ち終えた射手が下がり、次の組が前へ出る。そして3組目が銃口を揃える。武田軍は射撃を受けながらも前進を続けます。しかし馬防柵と堀が勢いをそぎ、足を止めた兵へ次の一斉射撃が襲いかかりました。一度退いては再び攻める武田軍。その度に鉄砲隊が入れ替わり、発射音が繰り返されます。信長が21年をかけて積み上げてきた鉄砲の運用がここで一つの戦術となりました。武田軍の攻撃は長時間続きます。しかし正面で損害が重なり、背後では別動隊が砦を崩していました。山形、正景、内藤、正豊、馬場、信房。信玄以来の有力な武将たちが相次いで戦場に倒れます。馬場、信房は退く勝頼を守り、わずかな兵と共に最後まで踏みとどまりました。勝頼は少数の友周りに守られ、甲斐へ退却します。長篠で信長を勝利へ導いたもの。それは鉄砲だけではありません。3000丁の鉄砲、馬防柵、堀と土塁、訓練された射手、火薬と鉛弾を運ぶ補給、500の白兵の籠城、徳川軍との連携、そして酒井忠次の別動隊。信長はそれらすべてを一つの戦場で動かしました。鉄砲を手に入れただけでは歴史は変わりません。信長が変えたのは武器ではなく、武器を勝利へ変える仕組みだったのです。長篠の敗北で武田家がすぐに滅びたわけではありません。しかし信玄以来の多くの宿老を失った武田家は大きな傷を負いました。一方の信長は各地の武将を力で従えるだけでなく、巨大な軍勢と物資を動かせる支配者へ成長していました。翌1576年、42歳前後となった信長は琵琶湖の東岸で安土城の築城へ動き始めます。長篠で示した動員力はやがて戦場を越え、城と都市、政治の形までも変えていきます。自称安土へ。